はいどうも皆さん、ゆずきゆかりです。どうもキズナあかりです。今回は現代社会で男らしさを気にすると、ガチで病むという話をしていきたいと思います。男らしさといえば、冒険心、リスク先行、闘争心などが思い浮かびますが、現代ではマイナスになる可能性があるわけですね。そうね。もちろん私も、男らしさのすべてを否定する気はないの。ただ昔ながらの男らしさへ、新たな疑問が投げかけられているということは理解してほしいわね。さて、ここからは、肝心の男らしさというものについて話をしていきたいと思いますが、まず参考にするのが、世界でも最大級の学会である、アメリカ心理学会が出したガイドラインです。アメリカ心理学会といえば、これまで女性のガイドラインや、LGBTQ のガイドラインなど、状況が激しく移り変わる現代で、今まで通りには生きられないという考えのもと、様々なガイドラインを出していますよね。そうよ。そのアメリカ心理学会が新たに出したのが男性のガイドラインであり、その内容を端的に説明すると、伝統的な男らしさってオワコンだよねって話です。具体的に、伝統的な男らしさの定義を見ていくと、女性らしさへの対抗心、達成への欲望、弱さを見せることへの危機感、冒険心、リスク先行、暴力といった基準が集まった価値観のことを指しています。なんか危機感2期が好きそうな言葉や行動パターンばかりですね。少々失礼かもしれないけど、危機感2期は、ステレオタイプ的な陽キャのイメージがあるアメリカで、さっき紹介したようなガイドラインが出ているくらいだから、かなり現代の流れにそぐわない考え方ではあるわ。実際、アメリカ心理学会も、ストイシズム、競争的、支配的、攻撃性などの特徴を持った価値観は、現代の研究により、全体への害の方が大きいことが分かっている。男らしさは、心理的に悪影響が大きく、男性同士がコミュニケーションを取る際に、互いの感情を抑圧させる方向に働き、内外からダメージを与える。と述べています。つまり、男らしくあらねばと思うことで、男らしくできない自分に意識が向かい、不安が生まれ、メンタルが病むという構図が出来上がるので、妙に男らしさについて語る人間は、かなり害悪の可能性があります。そう考えると、令和以前の、男は強くあらねばや、男は動じないといった昔ながらの価値観は、現代では男性のメンタルを悪化させる要因になっているのが、大きな時代の流れを感じます。そうね。他にも、ダウソン大学の心理学者である、アンドリュー・ライナーは、男性のアイデンティティ問題を調査していく中で、世界的に見ても、男性はメンタルが脆い傾向にあり、男性の自殺率は女性の2倍以上で、アメリカでは過度の飲酒による死亡者の約4分の3が男性で、オーストラリア人を対象とした数千人の調査では、よく孤独を感じると答えた人の割合は、女性の方が男性よりも多いが、男性への社会的なサポートは欠けている傾向にあるそうです。さらに複数の調査から、多くの男性が孤独感を経験しており、これが精神疾患や病気のリスク上昇と相関しているそうです。しかし多くの男性は、本当は自分がうつ病にかかっているのに、それに気づいていないというケースも多数報告され、また男性のうつ病は過小評価されやすいようです。なんか、一見すると日本の中で起きている現象に思えましたが、欧州や欧米でも似たような問題が発生しているんですね。まあ男らしさについていろいろ話すと、最近の若者がとか Z 世代がとか言われそうですが、別に若者を対象とした研究だけ紹介していますとは一言も言っていないし、ここまでいろいろな問題が浮き彫りになると、そもそも男らしさという価値そのものが時代とともに変遷していったのではなく、本来の害悪性が科学技術の進化であらわになったと考察してもいいかもね。なんか、かつて体罰は精神面にかなりの悪影響であるという解説動画を出しましたけど、それに通じるものがありますね。結局体罰を肯定している人って、パワハラとか平然としているタイプの人格だったなんてこともあり得るので。そんなわけで、現代にはそぐわない男らしさを解消するために、いくつかのアイディアをアンドリュー・ライナーは紹介しているので見ていこうと思います。まず一つ目が、感情を正直に表現することです。伝統的な男らしさは、本当の感情は表に出さないようにしよう。その方がタフに見えると強制してくるのですが、そうではなく、自分の感情を受け入れる方法をトレーニングする方が実際はいいそうです。心理セラピーでも言われますが、人間の感情は抑圧すればするほど暗く大きくなっていきます。そして逆もまたしかりで、人間の感情は表に出すことで扱いやすくなることがあります。具体的には、過去に悲しい、怖い、寂しいと感じた時のことを書き出し、思い出すのが苦痛であれば、もっとネガティブな感情が低めな出来事を思い出してください。
その出来事で感じた身体的な感覚と、どのように対処したかを書き出した上で、その感情に対して何をしたか？感情を押し殺したか？もしそうなら、なぜ感情を押し殺したのか？その感情を誰かと共有したか？もしそうなら、その人はどんな反応をしたか？あるいは、他にどのように対処しましたか？といったことを、できるだけ書き出していきます。そして現在の自分が、過去の自分の隣に座っているところを想像し、過去の自分に対して、どんなアドバイスができるかと考え、その具体的な提案を書き出すというのが一連の流れです。全体的には、認知行動療法に近い手法です。要約すると、過去の嫌な記憶を思い出して、それにどうやって対処したかや、思い出した時に、どのような感情を抱いたか、そして今の自分が、過去の自分にアドバイスできるとしたら、何を言うかを紙に書き出せばいいということですね。急に小難しくなってきましたけど、言っていることは割と単純なことですね。他にも、メンタルの安全地域を探す、ということで、現代社会では基本的に、男性よりも女性の方が、精神的にお互いをサポートするような人的ネットワークを作るのがうまかったりします。日常の中で、自分の不満や恐怖、悲しみ、そして喜びを共有できるようなメンタルの安全地域を見つけるのは、女性の方がうまいそうです。そこで博士は、悩める男性が、自身の苦しみを自由に話せるグループに参加することをお勧めしています。どうやら海外には、いくつかの男性向け自助グループが存在しているので、そのような場所に赴いて、安全な空間で悩みを語ることさえできれば心理的効果は大きいと思われますが、そもそも自分のメンタルの問題が男であることから発生しているという認識がない人は、わざわざこのようなグループには参加しないでしょうから、そこが難しいとこでしょうか。また日本では、そもそも明確にこれといったグループが存在しないのも問題ですね。今なら個人的な悩みを生成 AI とかに話したりすることでストレスを軽減できる可能性はありますよね。かつて存在したチャットボットの元祖イライザも心理療法士という役割でユーザーが打ち込んだテキストに基づいて質問や話題を反射するだけでユーザーはプログラムとの間に人間的な感覚を持ったなんて事例もありましたからね。ちょっと懐かしい名前だけど、確かに現代なら無理に自助グループを探したり組織する必要もないかもね。あと博士は他の男をディスらないことなどを推奨してます。主な理由は見入りが少ないからです。男らしさに取り憑かれた男は競争が大好きなので、気を抜くと他の男をディスったりマウンティングしがちで、それセンス悪いとか、こんなことで怒ってんのとか、俺は金あるけどね、みたいな、自分の男らしさという地位を高めようとするあまりに、周囲を傷つけて、相手からは評価がかなり下がっているというパターンなどがあるので、できるだけ、今、自分の地位を高めようとして他人に攻撃的になってないかと自問自答するのがいいでしょう。その方が、より協力的で生産的に物事を進められます。まあ、競争心が強いのが悪いわけではないですが、その競争心を生かして、ちゃんと成果につなげ続けてればいいのに、ちょっとでも他人より優れただけで、めっちゃマウントしてくる人は一定数いますし、その人の周りにも似たような人が集まるので、あんまり近寄りたくはないですね。そうね。そして博士は最後に、助けを受け入れたり提供しましょうと述べています。男らしさにこだわる人は、他人に助けを求めるケースが少なく、伝統的な男性のルールでは、男は一人で困難を切り開くという考え方を強制してくる場合もあります。これについて博士は、助けを求めたり提供したりすることは、より健全な男らしさを身につけるための、最も簡単な第一歩と言える。例えば、両手に荷物を持って店を出ようとしている男性のためにドアを開けてあげたり、男性が倒した缶を拾うのを手伝ってあげたりと、小さなことから実践してみるといい。と述べています。確かに多くの実験でも、5分以内に完了するような小さな親切のメリットについては言及されているので、案外一番手軽で効果の高い行動かもしれませんね。確かに小さな親切は、自分の心に余裕を持たせられるし、相手にも良い印象を与えられるしで、様々な恩恵がありそうですよね。割と相手からの印象が良くなるって、結構仕事上では、大きなメリットになると思います。あとハリウッド映画とかを見ていると、結構現代と過去では、違いもありますね。昔の男性主人公は、一人で悪の組織を壊滅させたりしていましたが、今はできない分野を仲間に任せたり、内面の弱い部分をあえて描くことによって、あまりにも現実離れした超人として描いていないですし。そんなわけで、現代における男らしさについて話をしてきたけど、一番コスパの良い方法は、他の男をディスらず、
人を助けたり助けを受け入れたり、自分の悩みを打ち明けられるグループやサービスを利用するなどが挙げられます。これらを行うことによって、伝統的な男らしさから受けるデメリットを軽減し、メンタルを安定させることができるかもしれません。ぜひ試してみてください。はい、というわけで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。